おはようございます。めぐりかみたちです。今日はスパイシーにマリネした中トロをグリエして、そこに夏っぽいさっぱりとしたソースビエージュを添えます。それでは一緒に作っていきましょう。それではまずソースビエージュ作っていきます。このソースですけども、フランス南西部のアキテーヌ地方の三つ星のシェフミッシェル・ゲラール氏が1980年代に開発した今では定番になっているソースの一つです。まずエプルシェしたニンニク、これを軽く潰してオリーブオイルに入れて軽く香りを移します。ニンニクの香りをオイルに移している間にまずトマトを切っていきます。このトマトですけども、よく売れたトマトを使ってください。皮も剥かずに種付きのままこのままブリュノワーズ、少し小さめのブリュノワーズに切っていきます。もちろんこれ種取ってもいいですし、皮も取っても構いません。今回はこのまま皮も種もついたままブリュノワーズに切ります。ブリュノワーズに切り終わったら、このようにカードを使って先ほどのオイルとニンニクの入った入れ物に入れていきます。続いてレモンの方を処理していきます。この剥き方、また動画ありますのでそちらを参考にしてください。この剥き方ですけども、プレアビーフと言います。剥き終わったらこのように房にしていきます。残っている部分は絞って果汁を先ほどのトマトとオリーブオイルの中に入れていきます。上と下の部分ももったいないので、このように絞って果汁を絞ります。きれいに房に取った後はこのようにブリュノワーズに切っていきます。この時もよく切れる包丁を使ってください。切れない包丁を使うと果肉が潰れてレモン汁だらけになってしまいます。続いて種を取ったオリーブオイルを切っていきます。これも黒と緑、今日は半々にしています。好みで緑色、黒色に分けてもらっても構いません。これもだいたいブリュノワーズになるように切っていきます。ここで切り終わったらカードを使って先ほどのソースに一緒に入れます。続いてトマトコンフィを入れます。本来ルセットの中には入ってませんけども、このトマトコンフィを入れることによってトマトの味がより強くなって、私個人的には好きです。続いてバジルを入れます。よく洗って水気を切ったバジルを葉っぱだけにしてコンカッセにします。これで全ての材料が入りました。あとはここに塩コショウで汗染めしてオリーブオイルを入れて味を調節していきます。このソースビエージュですけども、ある程度前に作っておいた方がニンニクの香りが全体にわたって非常に美味しくなります。もちろん冷蔵庫に入れるよりも常温である程度1時間2時間置いておいた方が美味しいです。ただ盛り付けする時ですけども、生のニンニクが入ってますので取り忘れないようにしてください。それではマグロの中トロの方を汗染めしていきます。まず塩全体的にして、その後黒胡椒、粗めの黒胡椒を振ります。続いてピモントエスプレットをかけます。これもそんなにスパイシーではないですけども、独特の風味があって大好きです。これもまんべんなくかけて、最後にオリーブオイルをかけて全体的になじませます。このスパイスとマリネする時も約だいたい30分1時間前にはマリネしておいてください。そうすることによって味が中に入って非常に美味しくなります。それでは30分マリネしたので焼いていきます。よく熱したグリル板にまず側面から丁寧に焼いていきます。この動画ですけども2倍速になっています。基本的に冷蔵庫から出してもう1時間ぐらい経ってますので、ある程度常温に戻っています。このまま全面全ての面をきれいに焼けば中までちょうどいい感じに温度が上がって美味しく仕上がります。今回使っているマグロですけども中トロなので結構脂が出てきます。ですのでちょくちょく紙で油を拭き取りながら
グリエしていきます。もちろん今回グリル板を使ってますけども、バーベキューなどでしても非常に美味しくできます。今回紹介しているソースビエージュですけども、バーベキューなどにも非常に合う美味しいソースです。もちろん鶏、牛、魚にも合うとても便利なソースですので、ぜひ作ってみてください。このように丁寧に焼き色をつけながら6面きっちりと焼いていきます。5分ほど休ませた後、このまま切っていきます。端は味見します。このようにきれいに焼けています。中まで温度が上がっています。それでは盛り付けていきます。温かいお皿に先ほどの中トロを置いて、あとはソースビエージュを上からかけます。この時ニンニク生入ってますので気をつけてください。あと最後仕上げにフルードセルをかけて、今回のトングリエソースビエージュの完成です。今回は中トロを使いましたけども、もちろん赤身でも美味しいです。あと白身魚、もしくは丸のまま焼いたりとかした方が美味しいと思います。ヒラメだとか舌ビラメ、骨付きのままバーベキューなどをすると非常に美味しいと思います。あとサーディン、イワシなどを使っても美味しいと思います。ちょうどこれからバーベキューが美味しくなる季節だと思います。魚だけではなく肉にも使えるこのソース、ぜひ作ってみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティー。